6時から元気に配信。みんな起きてんのかいや。起きてくださいね。皆さんね、今日は今週末はね、いろいろと楽しみなことがあるわけですが、今日もね、いろいろなことが起きて大変なことになっているらしいですから、いろいろと見ていきましょうね。それではスタジオ移動しましょう。皆さんこのように頭の上で平日は毎日のように騒がしく騒いでいますのが、視聴者コメンテーターの皆さんです。おはようございます。群もガタガタ群もしてますね。おはようございます。そういうわけで今日もいろいろな情報が入ってきているということですから、見ていきましょうか。こちらなんと速報です。先日行われましたこちらウスダペクラ氏の超1時間以内にクリア、こちらツボですね。有名なツボ男の配信が先日行われたわけですが、これ見ました通り1時間以内にねクリアをするという縛りプレイですよね。そちらを行ったのですが、なんとね、これ今まで何度も今まで2回ですね挑みまして失敗していたこちら、なんと時間ギリギリ、そしてね、もう見てください、この下のタイマーギリギリですよ。悲願の登頂、素晴らしい。時間ギリギリとなりましたが、1時間でなんとこのツボ男、私やったことないんですけどね、私このゲーム実は一度もやったことがなくて知らないんですけども、でもめちゃ難しいと聞いています。こちらのツボ男、なんとね1時間でクリアをしてしまったんですね。これはすごすぎますね。皆さんの意見は？じゃあやろう。すげえ、頑張ったな、成功だよ。なんですがね、こちらなんとねちょっと息が唱えられてしまったようですね。なんとですね、こちらの最終画面、これクリアをしましたという最後の画面ですね、山の頂上へようこそ。こちらのクリア画面で息が出てしまったようですね。ちょっと拡大してみましょうか。このクリア時間というところ拡大してみましょうか。これは1時間以内にクリアできていないのではないでしょうかね。これちょっとこれ1 hour 1 minute 6 seconds、 つまり1分6秒のオーバーしているようには見えますが、皆さんの意見は？おっと Oh no Good morning 来ました。これワクサー、これはちょっと一体どういうことなんですかね。こちらに対し例のウスダペイコラ氏はピーコラタイマーが公式、こちらピーコラタイマーというものがね、ゲームのタイマーとは別に設定をされていましたから、そっちが公式。皆さんこれはどう思いますかね。100歩譲りまして、こちらのタイマーが正常だとしましても、またしてもキャウント終了後の爆音をやらかしてしまったことはさすがにクソ雑魚なのではないでしょうか。こちらですね、以前このニュースでも取り上げましたこちらカウントをね、このカウントダウンのピーコラ氏の公式タイマーがここの矢印のところにあるではないですか。これがねゼロになった瞬間にねドーンという音がするんですけども、これがまた爆音すぎて前回ね視聴者の耳を破壊しているにもかかわらず、また
やってしまったようですね。皆さんこちらに関してはね、聞いていただきましょうか。正直でやっとさ、タイムに注目ですね。みんなもう努力は報われる。マジでみんな子供たちにも言いたい。努力はさすがにね、さすがに音をね、2分の1、2分の1って書いてありますけど、あれ2分の1以下にしたんですよ。2分の1に以下にしましたので、皆さん本物のね爆音を聞きたい場合はペクラパイセンのチャンネルに行っていただくしかないんですね。2分の1以下ですよ。これ2分の1より低くしたにもかかわらずこの音量ですからね。これどれだけすごかったかはちょっともう想像できるのではないでしょうか。皆さんの意見は2分の1でもでけこれ2分の1以下ですからね。3分の1にいかないくらいのそれくらいにしました。爆破落ち細くないなったクソ雑魚2分の1助かりましたね。皆さん耳失っている人もいるみたいですけど、耳はまた生えてくるというペクラパイセンの名言がありますのでシェアしていきたいと思います。耳聞こえなくなってる人おりますが、次に、いきますかね。でもこの爆音はちょっとこれに対し有識者はVR ホラーゲーいいの知ってます。もう一回罰ゲームを受けてもらうことも検討していただくしかないのではないでしょうか。それでは次です。エリート速報が入っていますね。なんと先日行われましたこちらミコパイセン桜ミコパイセンのこちらのピエンというホラーゲーですね。ちょっと珍しいホラーゲーの配信が先日行われたのですが、なんとあまりにもねミコパイセンがエリートすぎて、なんと自らの体でホラーを体現してしまったようなんですね。一体どういうことなのでしょうか。皆さんやっぱこのねホラーゲーですから怖いですからね。そのさらに自分の体で視聴者に表すなんてエリートにしかできないですよ。ちょっと見ていきましょうか。出てきた。来た待って助けて痛いこれってちょっと待って、放送事故だよ痛いよあれ戻ったんおーここ頭切れる。これまずいのではないですかね。半分切れてんだ。頭半分切れてんだ。これピエンどころではないで。怖いっすよ。顔真っ二つはやばいですよ。ホラーですよ。さすがということなのではないでしょうか。これに対し有識者はミコ先輩の叫び声つこやっぱミコパイセンのみたいな叫び声私大好きなんですけど、これわかるみんおる？もうミコパイセンの叫び声って思考だよね。思考なんだよね。わかる。これはさわかりみわかる。これあれ大好きなんでもっとどんどん出していっていただきたいと思います。それでは次、なんとこれ入ってきちゃいましたね。邪魔速報です。あるとは思っていたんですが、やっぱりあってしまいましたね。邪魔速報が入ってきてしまいました。なんとですね、先日配信されましたこちらのそうだ、人肉を食べよう狂気、このねもうサムネからして狂っているとしか思えないものがね先日配信されました。私
私これね、前日からね、これね、本気でやるのかなと思いましてね、観察をしていたのですが、こちらね、やっちゃいましたね。もう何言ってるかわかんないですね。もうサムネからして狂っていることだけはわかるのですが、なんとこちらの配信、開始6分で配信枠消滅。もう配信前からね、 YouTube によってこの枠自体が非表示にされていたという話もありますが、まあやはりね、これもヤンデレカーニバリズム配信、これ言ったら私もバンされるかもしれない。さすがにね、もうまあサムネがこれっすからね。そうだ、人肉食べようっすからね。やばいことはわかるんですけどもね、皆さんの意見はなんだ今の音。今の音、私が机の下に足をぶつけた音ですね。狂気。カニちゃまはやめなさいよ。そらそうよ。できんで狂気。はーちゃま、これはさすがにちょっと YouTube の判断が間違っているとは言えないのではないでしょうか。これに対し、はーちゃま氏は本日のRTA は終わりましたと言ってね、配信 RTA の最速を更新したのではないかという発言をしているようですね。これはこれ YouTube があまりにも正しいのではないかと思ってしまうんですけど、いいか。はーちゃまですからね。はーちゃま脳内はーちゃまなんで全く問題ないと思いますが、これに対し有識者はなぜいけると思ったのか、なぜいけると思ったんすかね。皆さんの意見はそれな、本当よ。オーボーイはーちゃまよ。くしゃむしろよく6分持った。本当っすね。むしろよく6分持ちましたよね。6分 YouTube くんがギリギリ前歯を噛みしめながら耐えていたのがちょっと見たかったですね。はーちゃまし、このような感じでちょっと最近の枠がいろいろと不穏な感じはしているのですけど、でもね、以前までは妖怪企画倒れバニメ女などと言われていた時からだいぶ進化しておりますよね。今の私にとってはーちゃまはね、以前はね企画倒れバニメンでしたけど、今はねやっぱね配信権限版で一番近い女だと思っております。私1回されましたけど、私でもさすがに人肉は出してないですからね。YouTube くんね、私が配信権限バンされたきっかけの配信はおそらくサムネに頭のおかしい人っていうのを入れたあれだと思うんですけど、もうそれを超えてますからね。そろそろ来るのではないでしょうか。ちょっとやばい予感はしています。というわけで本日皆さんに覚えていただきたい英語はこちらになります。こちらですね。いい加減にしろ。これは皆さんよく使う言葉だと思いますので、ぜひ覚えて帰ってください。非常に簡単です。こちら Cut that shit out。 これね、皆さんこれの基本の形は何かと言いますと、Cut it out。 これでというやめろというのがね、これ基本的なこのイディアムというかなんというのかフレーズの一つになります。このね it cut out でね cut it out、 これcut と it と out 全部それぞれもちろん意味がありますけど、この3つが合わさって初めてやめろという意味になることだけは覚えておいてください。cut out だけでもダメですし、カレットだけでもやめろの意味はありますけども、アウトは略されますけども、それを覚えておいてください。そしてこれでね、やめろ、つまりね、カレットアウト、つまりそ
それをやめんかいという意味がありますので、まあちょっといい加減にせんかいっていうようなことに近づけるためにも、ここの it をいい加減にしてほしいことの意味に変える必要がありますね。つまり it とはそれ、もちろんそれですよね。それいい加減にしろ、それをいい加減にしろという言葉がね、日本語はそういうの省略するからないですけど、この cut that shit out の that shit、 そのクソみたいなことをやめろという風につなげることによって、やっぱやってることはクソみたいなことですから、この that shit というのはクソですね、に変えることでやっていることをやめろ、そのやっていることがクソ、つまりそのいい加減なクソ、そのクソをやめろ、やってることがクソならばいい加減にしろ、つまりそういうことになりますね。なのでこのね it をね、自由自在に、これから皆さん it を見たらそれをね shit に変えることをね考えていただきたいと思います。それでは次です。なんとですね、皆さん朗報が入っておりますよ。なんと本日0時、夜の12時からですね、日付が変わった時ですけれども、夜空メルパイセンが復活いたします。お話&お歌ということで、メルパイセンしばらくお休みしていたことは皆さん知っていると思います。いろいろあったことも皆さん知っていると思いますが、本日復活してくださいますので、皆さんね、こちらの配信はぜひ見に行っていただきたいと思います。復活やったー嬉しいですね。素晴らしい朗報が入っちゃいましたね。ですが朗報も入れば、もちろん秘宝も入ってきます。実はですね、皆さん悲しいお知らせがございます。わための歌、平日をずっと盛り上げてくれました。わための歌は今週で毎日放送を終了いたします。これは皆さんね、知っている人多かったと思いますが、わための歌、土巻わため畜生氏が平日朝ここライブの前に毎日行っていた放送になります。これがね、今週はね、毎日今週の平日はするのですけども、来週から月曜日だけになってしまうということですね。わためなんですがね、悲しいですけども、わためしね、ずっと朝頑張って、こちらもすごい手間がかかっているね、素晴らしい配信で、みんな楽しみにしていた人、とてもピエンだと思うのですけどもね、とても頑張ったのでお疲れ様とお伝えしたいです。この配信ね、実は、わためと私はね、毎日、協力していろいろとお互いに、ね、やったり、ちょっとコーナー作ったりしていたんですけども、実は私ね、朝ここライブのバージョン2に移行しますときにですね、羊にね、やっぱいろいろ、私の朝ここの前のバージョンはね、仲間にいろいろと協力してもらっていることがかなり多かったですから、特にわためにはね、なのでね、わため、朝ここはバージョン2になるよって、負担だと思いますから、平日毎日はね、天気やめていいでっていう風にね、言ったんですよ。言ったんですけども、そしたらね、わためね、この時ね、なんと、こうやって返事してくれたんですよ。絵が上達したいから、お邪魔でなければ、天気を書かせてもらいたいって。やめても辛いと思うからやめてええやでって言ったら、やめないよって言ってくれたんですよね。これも非常に私ね、嬉しくて、わため、毎日頑張ってちょっと、負担だと思ってしまっていたからね、とても心が助かりました。でもわため、今まで毎日わための歌一緒に頑張ってきてありがとうな。毎日あそこへのバトンをありがとう。大き
きな夢、わためはね、このわための歌を作っていた時間を利用して、ボイストレーニングなどなど、アイドルとしてのステップアップのための時間に使うということでね、言っていますので、大きな夢を、私もね、ただのわためのファンでもありますから、応援してんでということを伝えていきたいと思います。というわけで皆さん、こちらですね、終わってしまって悲しいですけど、わためをこれからも応援してもろって、なんとでだーん、キルココ 3D まであと3日のカウントダウンはもうすでに始まっているのだ。ちょっと待って、キルココの歌とかそういうのはないからやめて。そういうコメントは NG。朝から人のダメな時間を犠牲にした。というわけでね、あと3日ですよみんな。カウントダウンは始まりました。よかったらこれ当日土曜日はよかったらじゃないよ、開けとかんかい。そして今日の天気はメルバイセンおかえりなさい。カップ手が可愛いよ。わためどんどん絵上手くなってね。楽しみじゃ。わための絵の上達があまりにも、私も上手くなりたい。なかなかならないよ皆さん。というわけで本日の天気はメルパイセンでした。ここまで見てくれましてありがとうございました。おはようございました。パスワード忘れちゃったよ。まだ忘れちゃったよ。ちょっと忘れちゃったから昨日と同じにするわ。SHIT